兄と私は交通事故に遭った。私の心臓は破裂し、緊急手術が必要だった。しかし院長である母は、手の空いた医師全員を兄の病室に呼び集めた。彼には擦り傷が少しあるだけなのに、母は全身スキャンを命じた。私はそこで出血多量で倒れていた。助けを求める私に、母は苛立った表情で怒鳴った。いつも通り注目を集めるための争いをやめられないの？兄貴は骨を痛めるところだったんだよ。結局、私は手術台の上で息を引き取った。だが私の死の知らせが伝わると、ずっと私を憎んでいた母は完全に正気を失った。人生最後の3分間、私の魂は母のそばに漂っていた。彼女は弟フェリックス・グッドマンの病床に座り、心配そうな顔で祈っていた。フェリックス、もうそんな怖いことしないで。目を覚まして、ね。父は近くに立ち、怒りで顔を歪めていた。ショーンがちゃんと守っていれば、フェリックスはこんなことにならなかった。待ってろ。あの野郎を殴り殺してやる。私は傍らに立って見ていた。胸に苦い感情がこみ上げてきた。父さん、そんなことしなくていいよ。私はもう死にかけているんだ。どうせ君たちは気にしないだろうに。その時、医師たちはフェリックスのベッドを囲んでいた。傷が擦り傷だけでおあぎじに至らないと確認すると、ようやく年配の医師が私のことを口にした。慎重に尋ねる。ブランチャードさん、ショーンを見ないんですか？事故の傷はかなり重いようです。母の優しい表情は一瞬で嫌悪に変わった。今度は何の芝居だ？死んだふり？弟に何をしたか分かっているのか？私は呆然として彼女を見つめた。心臓はすでに止まっていたが、それでも痛みで鼓動していた。私だって息子だ。本当に少しも気にかけないのか？突然、母は電話を取り私の番号をダイヤルした。看護師が電話を私の耳に当てたが、期待した心配の声ではなく、軽蔑だけが聞こえた。ショーン・グッドマン、いつベッドから這い出て弟に謝るつもりだ？私の心は一瞬で冷え、残っていた希望も枯れ果てた。もちろん、彼女は一度も私を気にかけたことはなかった。考えてみれば、病院に運ばれたとき、私は母に助けを懇願した。だが彼女の言うことはこんな時でも注目を集めたいのか？弟が骨を折りかけたのがわからないのか？だった。そして振り返りもせず、医療チーム全員をフェリックスのもとに連れて行った。彼女に私を愛する余裕などあるはずがない。看護師は耐えきれず、電話を受けた。ブランチャードさん、ショーンはもう持たないでしょう。だが母はまだ私の芝居だと思い、嘲笑った。あのガキがいくら払って芝居に付き合わせたんだ？こんなことできるようになったとは。ちょうどその時、ずっと気絶したふりをしていたフェリックスが目を覚ました。弱々しい声を装って言う。母さん、父さん、ショーンは大丈夫？母はベッドに横たわる従順で思いやりのあるフェリックスを見て、表情をさらに険しくした。ショーン、なぜ弟のようにできないんだ？彼はお前のせいで傷ついたのに、まだお前を心配している。3分以内に謝りに来なければ、二度と顔を見せるな。そう言って電話を切り、怒りで胸を波打たせた。傍らに立つ父も明らかに不機嫌だった。なぜ電話する？フェリックスを殺しにかけただけでも十分だろ？フェリックスは得意げな表情を隠そうとうつむき、罪悪感たっぷりの表情で二人を見上げた。母さん、父さん、彼を怒らないで。ショーンは僕が海外奨学金を得たことをまだ許せないんだ。僕が憎まれる理由はわかるよ。私は思わず笑ってしまった。死んでもなお、フェリックスは私と両親の仲を裂こうとしている。
しかし両親は彼を見抜けない。彼らにとってフェリックスは常に優れた息子なのだ。そして彼らは事故の真の原因について考えようともしない。第2章。案の定、母の顔はすぐに曇った。あんな自己中を留学させて何になる？海外でどれだけ歪むか分かったものじゃない。フェリックスは優しく言った。母さん、怒らないで。ショーンにはきっと理由があるんだ。母の表情はすぐ和らぐ。フェリックス、君は優しすぎる。だからショーンはつけ上がるんだ。これがフェリックスの強みだ。両親の心をつかむ言葉を正確に知っている。たとえ私が眼前でフェリックスの非道を語っても、彼らは私を平手打ちし、でっち上げだというだけだ。フェリックスへの嫉妬だと。長年、慣れてしまった。話している最中、姉のアシュリー・グッドマンが部屋に駆け込んだ。足早にフェリックスの安否を確認する。事故の知らせを聞き、すぐに飛んできたのだ。両親同様、彼女の関心もフェリックスだけだ。無事を確認すると、アシュリーは安堵の息をつき、怒鳴った。いつも言ってるでしょ、ショーンは家族の呪いだって。フェリックスが生まれてから何度も傷つけてきたんだから。フェリックスは哀れっぽく振る舞った。怒らないで、アシュリー。ショーンは傷つけるつもりじゃなかったんだよ。家族は騒然となった。父はテーブルを叩いた。何？事故を起こしたのはお前を傷つけるためだったのか？母は歯を食いしばった。あの野郎。痛い目に遭わせてやる。アシュリーの目は毒を含み、私を8つ先にしたいようだった。フェリックスはひるみ、話が大きくなりすぎたと気づいたようだ。慌てて言う。ショーンを怒らないでくれ。僕の記憶違いかもしれない。どうせ僕の兄だ。そんなことするはずない。アシュリーは彼の額を軽く叩いた。君は純粋すぎる。人の悪意を甘く見ている。母も口を挟んだ。君のような息子がいて本当によかった。よし、君の言う通りだ。あの恩知らずは忘れて、君の回復に集中しよう。夕日の暖かな光がフェリックスの病床を照らす。4人の幸せそうな団らんを見ていると、胸に言いようのない痛みが走った。その時、私の魂がいかがに場違いか気づいた。まるで家族の一員ではなく、迷い込んだ野良犬のようだ。去りたかった。だが魂は母に縛られていた。声も出せず、ただ耐えながら彼らの軽蔑を見つめるしかなかった。第3章。数日後、家族の献身的な看護により、フェリックスは退院した。母は荷造りに忙しく、父は病院の入り口まで車を寄せ、フェリックスに一歩も歩かせまいとした。アシュリーは靴を履かせることさえさせない。キロ、母は不機嫌につぶやいた。ショーンは本当にどうかしてる。一度も見舞いに来ないなんて。謝罪もない。家に帰ったら説教してやる。父は母を一別し、冷たく言った。家に置いておくのはトラブルのもとだ。いつか大きな問題を起こすとずっと言ってただろう。説教の言葉に複雑な感情がこみ上げた。忘れかけていた記憶がよみがえる。幼い頃から母は常にフェリックスをひいきした。私は常に譲ることを期待されていた。すべてはフェリックスが生まれた日、私が誤って水をこぼし、母が滑って早産したことから始まった。保育器の中の彼を見て、家族の心は張り裂けた。父は私の鼓膜が破れるほど平手打ちした。厄介者。お前のせいで弟は生まれた日に死にかけたんだ。病床で弱々しく横たわる母は、失望の眼差しで私を見た。小学校では、おもちゃの車をめぐる喧嘩で、父は私を3日も寝込むほど殴った。
それは私の一番のお気に入りだった。父が出張でフェリックスに買った礼物のおまけだったが、私の大切な宝物になった。だがすでにたくさんのおもちゃ車を持つフェリックスは、それに執着した。取り合いの最中、彼は突然叫び泣き出した。母は駆け寄り、泣きながら私を叱った。ショーン・グッドマン、弟はお前のせいで十分苦しんだんだ。これ以上何を求めているの？僕じゃない。説明する間もなく、フェリックスは涙を浮かべていった。母さん、怒らないで。僕が悪いんだ。おもちゃをめぐってショーンと争うなんて。父は帰宅するとすぐに私を殴り始めた。冷たいやつは家にいる資格がない。お前を置いておくのは災いの種だ。私は泣きながら止めるよう懇願した。だが泣けば泣くほど父は芝居だと思い、さらに強く殴った。母とアシュリーは遠くで冷たく見ていた。まるで敵でも見るように、父が私を殴り殺すまで満足しそうだった。その日以来、私がフェリックスを泣かせれば、両親の叱責や殴打が待っていた。やがて私は、愛を求める争いをやめ、説明するのをやめ、近づくのをやめた。そして今、彼らは冷たい手術台に私を残した。家に着くと、フェリックスはソファに倒れ込んだ。お腹が空いたというと、アシュリーは厨房に駆けつけ、料理の腕前を披露した。普段は厨房に立たない彼女が栄養満点のメニューを検索し、フェリックスの胃を心配する。父は最新のゲーム機を送り、危難を逃れた祝福とした。母はフェリックスの部屋を掃除し、空気清浄植物で満たした。新鮮な空気が回復に良いと言って。フェリックスはソファでゲームをするだけで家族の心をつかんだ。一方、私の魂は静かに後をついていく。かつて慣れ親しんだ家は今は冷たく感じる。突然呼び鈴が鳴った。ドアの向こうにはよく知った人物女友達のケイトリン・ウィンターが立っていた。彼女は入るとすぐにフェリックスを気遣った。グッドマンさん、フェリックス君の退院聞いて。栄養剤持ってきたわ。フェリックスはゲーム機を置き、照れた笑顔を見せた。ケイトリン、わざわざありがとう。もうだいぶ良くなったよ。ケイトリンは甘い笑みを返した。普段は冷たい彼女が、今は優しく気遣う。彼女を見ていると、胸に馴染みのない感情が湧いた。突然、彼女が尋ねた。ショーンは？私の名が出ると、母の顔色が曇った。なぜあの恩知らずを口にする？先日叱ったら、家にも帰らなくなった。ちょうどいい。外が好きなら、永遠に出て行けばいい。いない方が平和だ。ケイトリンはすぐにうなずいた。戻らない方がいいわ。フェリックス君の休養の邪魔になる。アシュリーは栄養剤を持って出てきて、からかった。いつショーンと別れるつもり？早くしないと、フェリックスを取られちゃうよ。ケイトリンは照れくさそうにうつむいた。実は今日フェリックスと話そうと思ってたの。喉が詰まる思いだった。次長の笑いを漏らし、これ以上見るのは嫌で背を向けた。どうせ愛されない感覚にはとっくに慣れていた。夕食後、母はなぜかイライラしていた。部屋にこもり、電話を検索している。覗き込むと、私の番号を探し、何度も電話をかけていた。もちろん、応答はない。しまいに母は苛立って電話を叩きつけた。電話にも出ない？誰がお前を気にかけると思うんだ？伝えたかった。死んだから出られないんだと。だが彼女は病院の看護師に電話した。ショーンは何の芝居をしている？恥知らずもいい加減にしろ、弟に謝って戻ってこいと言え。そうすれば家に帰すことを考えてやる。しばし沈黙の後、返事が返ってきた。ブランチャードさん、
ショーンは1週前に亡くなりました。事故で心臓が破裂しましたが、医師全員をフェリックス山の元に呼ばれたため、手術する者がおらず、